はい、皆さんこんにちは。AI 部長にゃんたです。本日はチャット GPT に関する194個の研究をまとめた論文の紹介していきたいと思います。最近チャット GPT などの言語モデルが話題になっているんですけども、チャット GPT ってそもそもどうやって作られているのとか、世界ではどういう風に使われているのとか、あとは例えば DeepL などのこれまでの AI と比較してチャット GPT ってどれぐらい精度がいいのかなって気になっている人もいるかと思います。で、先日チャット GPT に関して194個の論文をもとに調査した論文が発表されていたので、本日は個人的に気になった点を絞って紹介していこうと思います。で、論文自体は35ページあってかなり長いんですけども、原文を読んでみたいなという人は概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ読んでみてもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、最初にチャット GPT がなぜこんなに自然な回答を生成してくれるのかという話になります。で、チャット GPT はそもそも技術的に何をやってるかというと、一つが次の単語を予測するということで、例えば猫がという文章があった時に、次に来る文章を確率的に選択して文章を生成しています。例えば猫が料理をしているという文章よりも、猫が寝ているという文章の方が自然であるというところで、確率的に選ばれやすくなっているということになります。で、言語モデルではネット上の文章を使って次に来る文章っていうのを予測するようなタスクを何回も解かせることで自然な文章を生成することができています。ただ、次の単語を予測させるということだけをやらせていると、害のある回答や人間にとって好ましくないなっていう回答が生成されていました。例えば、猫はどのような動物ですかっていう風な質問を AI に聞いたとします。はい、そうすると上のように、猫は哺乳類で毛皮、爪、牙を持つ動物ですという風な回答があったとします。で、これ自体は特に間違ってはいないんですけども、下のようにですね、猫は小さくて可愛らしい姿をしていますと。特徴としては以下のようなものがありますという風な感じで説明してくれた方が、多くの人にとってはですね、好ましいと感じるんじゃないかなという風に思います。で、実際ですね、下の文章は、Bing チャットによって生成させた文章の一部になります。で、このように人間が好ましいという風に感じる文章を生成させるように、人間が評価した結果っていうのをそのモデルの中に入れ込むということをやったのが、このインストラクト GPT という手法になっていて、2022年の最初の方にですね、公表されました。で、チャット GPT には、このインストラクト GPT で開発された技術が使われることで、自然な文章を生成させるだけじゃなくて、人間が好ましいと感じる回答を生成することができているというふうに言われています。で、インストラクト GPT の研究によると、当たり前かもしれないんですけども、人間の好みのフィードバックをモデルに入れる方が、単純にインターネット上の文章だけを学習したものよりも、人間の好みの回答を生成する上で重要であるということが示されています。で、こちらの図は横軸がパラメータ、縦軸がある基準と比較して、人間が好ましいと感じる文章をどれぐらい生成できたかという評価結果になっています。で、一番下の GPT-3 っていうのが人間のフィードバックを入れずに機械的に学習させた場合になってます。で、この場合ですね、例えばパラメータが130億から1750億というふうにですね、大幅に増やしたとしても、あまり人間好みの文章を生成するのが難しいというのがわかるかと思います。なので、チャット GPT が人間にとって自然だなというふうに感じる文章を生成できているのは、モデルのパラメータが大きいとか、そういうことよりも人間のフィードバックを入れて学習ができていると。つまり、そういった AI に入れるデータを用意できているということが大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、また、これは個人的な意見なんですけども、チャット GPT では今、出力結果に対して、グッドボタンかバッドボタンを押すような仕組みが導入されています。なので、ますますですね、どういった回答をすれば人間が好ましいと感じるかというデータが OpenAI にどんどん蓄積されていっているかと思います。で、チャット GPT はユーザーが多いので、データが集まりやすいと。で、データが集まるので、チャット GPT の回答の質がどんどん良くなっていくと。で、回答の質が良くなってくるので、どんどんユーザーが集まってくると。で、そういった良いループに入っているように見えて、今後ですね、他の大規模言語モデルが出てきたとしても、なかなか OpenAI の牙城を崩すのは難しいんじゃないかなというふうに、個人的には思っています。はい。で、論文に戻って、チャット GPT の、研究動向の話になります。2023年4月1日時点での、チャット GPT の論文は194件という風になってまして、左側の棒グラフは日ごとに提出された論文の数になっていて、直近ですね、かなり増加傾向にあります。また、どのような分野で論文が提出されているかというところに関しては、当然自然言語に関する、論文が多いんですけども、その他にも幅広い分野で論文が公開されているようで、チャット GPT の応用範囲の広さがわかります。
はい、続いて、チャット GPT がどれくらい使えるかということに関する研究で、こちらの論文では、大学院レベルの数学の問題で構成されたデータセットを使って、チャット GPT の計算能力を評価しています。で、こちらのグラフは、5点満点の問題におけるチャット GPT のスコアになっています。で、問題を理解すれば、2点が与えられて、合格点はこちらの、点線の 3.5 点になっています。で、結果として多くの問題でチャット GPT は、合格点取れなかったと。特に数学オリンピックのような問題では採点点しか取れなかったというところで、現在のチャット GPT ではまだ数学の大学院生のレベルよりも低いということが論文で主張されていました。はい、続いて医療分野です。医療分野では患者からの医学的な質問に答えたり、病気の診断を行う目的でチャット GPT が使えないかといった検証をする実験が行われているようです。で、この論文の実験では392人を対象に10個の患者からの質問に対して医者などの医療従事者とチャット GPT でそれぞれ回答5個を用意して患者がどちらが回答したかを特定できるかということをテストしていました。で、実験の結果、チャット GPT だと正しく判別できる確率が 65.5%、医者だと正しく判別できる確率が 65.1% ということで、チャット GPT か医者かを正しく判別するのはかなり難しいということが研究で示されていました。はい。で、こちらの論文では、Google 翻訳や DeepL などの翻訳精度と、チャット GPT や GPT-4 の翻訳精度を比較する実験が行われていました。で、表の見方としては、左から中国語から英語、英語から中国語、ドイツ語から中国語、ルーマニア語から、中国語に翻訳した際のブルースコアという高い方が翻訳精度が良いということを表すスコアで比較しています。で、チャット GPT の方は、プロンプトを工夫したものと直接入れたものというところでスコアを出しています。で、結果として、チャット GPT のダイレクト、GPT3.5 をベースとしたものは、かなり翻訳精度が低いんですけども、GPT-4 になることによって、かなり精度が高くなっていることがわかるかと思います。で、ただ現状はまだ DeepL などの翻訳精度には及ばないという結果であるので、今回は日本語の実験はされてないんですけども、まだ現状は翻訳する際は DeepL を使っててもいいのかなというふうに、個人的には思いました。また、チャット GPT を使ったプログラミングコードの生成に関する研究についても触れられていました。で、チャット GPT を使うことで質の高いコードを生成できる一方で、学習データとしては Python や C++、Java などに偏っているというところで、他のプログラミング言語の生成には適してない可能性があるということが、論文で言及されていました。はい、次に大規模言語モデルを使ったデータの可視化に関する論文になります。で、これまで自然言語で可視化をするという取り組みは、ユーザーが入力したものが少し曖昧で意図を汲み取るのが難しいという課題があったんですけども、この言語モデルでは、この曖昧な入力でも、それを理解して適切な図を出力することができるという可能性が示唆されています。で、こちらは大規模言語モデルと既存の NL4DV というものを使って、あるデータセットから原油の2004年からのトレンドを聞いたときに出力された図を比較しています。で、トレンドを出してっていう指示だと、何を出力していいのかっていうのが、少し曖昧なので、既存の手法ではですね、うまく表示できてないところに対して、言語モデルではちゃんと文脈を読み取って、正しく折れ線グラフをかけているという結果が得られたということでした。はい、続いて、文章を評価するタスクにおいても、チャット GPT が使えるんじゃないかという可能性を示唆する論文の話になります。で、こちらは、ある要約された文章の質を、チャット GPT や既存の AI のモデルによって、関連性や流暢さなど、5段階で評価させた時の評価値と、人が評価した場合の評価値の相関係数を計算した結果になっています。つまり、数字が高い方が人の評価の仕方に似ているということになります。で、比較対象のバードとかっていうのは、これまで自然言語界隈で、強いとされてきたモデルなんですけども、ほとんどの項目でチャット GPT の方が人の評価と近い評価値を算出することができています。で、論文によれば、結果はあくまでも、加減値で、プロンプトの設計やチャット GPT 自体のアップデートが行われれば、さらに結果が良くなる可能性があるということが言及されていました。はい、続いてこちらの論文ではデータを増やすデータオグメンテーションという分野でチャット GPT が使えるんじゃないかという可能性が示唆されています。手法としては、すでにある文章のデータから意味が似た文章をチャット GPT で生成させて、それを学習データとして使用することで、既存の手法よりも優れた精度を出せるということが示されていました。で、AI のモデルではデータの網羅性を上げることが精度向上には必要になってくるんですけども、こういった形でデータが増やせると、データが少ししかないよっていう場面でも AI のモデルを構築できる可能性が出てきます。ただ一方で医療分野などでチャット GPT でデータを生成させると、誤ったドメイン知識をもとに誤ったデータが生成されてしまうということが課題であるというところがまとめてありました。
はい、続いてこの論文ではチャット GPT の倫理的な課題に対する問題が提起されていました。実験では異なる政党からの主張に対してチャット GPT が賛成か反対か中立かということを選択させたところ、チャット GPT は左翼リベラル寄りの思想を持っているということが示されたようです。で、またその他にトロッコ問題のような道徳的なジレンマに関する質問をしたところ、チャット GPT は一貫性のある答えを持っておらず、その時々に応じて回答が変わってしまうということが示されており、倫理的な判断をチャット GPT に委ねることの危険性について言及されていました。はい、続いて既存の AI のモデルとチャット GPT の精度を比較した論文の話になります。で、実験は要約や翻訳、感情分析など様々なタスクで評価が行われています。で、このファインチューンソータっていうのがそのタスクに特化して学習させたモデルで、ソータっていうのは、ステートオブデアートというもので、最高精度のモデルになっています。ゼロショットソータというのがそのタスクに特化した学習をさせていない場合で、一番右がチャット GPT の評価結果になっています。で、この MT というのが、翻訳になってます。で、翻訳は、この HRL と LRL というのがあって、ハイリソースランゲージ。日本語とかっていうのは、ハイリソースランゲージに入ってきます。で、こちらを見ていくと、先ほどの DeepL のところでもあったんですけども、やっぱそのタスクに特化させたモデルの方が、チャット GPT よりも精度がいいと。特にローリソースランゲージに対しては、かなりチャット GPT は精度が悪くなってしまうというところが傾向としてあるかなと思います。その他の研究でも様々なタスクにおいて最新の AI のモデルでは平均 73.7% のスコアに対してチャット GPT は 56.5% ということで、現状はまだ特定のタスクに特化させたモデルの方が精度が良いという結果が示されていました。はい、最後にチャット GPT の弱点について、様々な面が取り上げられていました。で、一つとしては、プライバシーの問題ということで、イタリアではチャット GPT の利用が禁止されたんですけども、今後、チャット GPT が画像の入力を受け取れるようになってくると、ユーザーがプライベートの写真をアップロードする機会が増えてくると。そのような中で、どのようにプライバシーを守れるかというのが重要になっていくということが言及されていました。で、他にも、チャット GPT は最新の情報を学習できてない点や、学習や予測を出すのに多くの計算資源が必要になってくるという点が弱点であるということが言及されていました。はい、最後に私の所感としては、今回の論文は2023年の4月に公表されたものになっています。で、論文のタイトルは、チャット GPT と GPT-4 の調査という風になってたんですけども、GPT-4 が出たのは、3月の中旬頃なので、今回の論文で調査された結果は、ほとんど GPT-3.5 の精度をもとに議論しているように思いました。で、GPT-4 は GPT-3.5 よりも精度が非常に良くなっているので、今後ですね、GPT-4 を使った精度の比較の結果も増えてくると思いますので、ある程度まとまってきたら、またまとめていきたいなというふうに思います。以上で、チャット GPT に関する194個の研究結果をまとめた論文の紹介を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。